おはようございます。画家のギソです。今日は、作家さんって夢あるんですかというお話をしていきたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。結構ですね、若い作家さんやら、いろんな作家さんとお話しする機会を今回持てて、で、その動画の中ではちょっとお話できなかった部分で、せっかくやったらこういうのも話してみていいかなというふうに思いまして、今回動画とさせていただいております。下世話な話というかですね、そのあたりとかも踏み込んでお話できたらなというふうに思います。で、私が例えば絵描きさん一本で食べていけますかという質問がありました。正直なところ言うと、今から20年ぐらい前、20代後半ぐらいからおそらく絵描きさんだけの収入は500万を切っていないと思います。食べていけますかさあどうでしょうかね、皆さんでご判断いただければと思います。もちろんそれ以上の時もありますよね。個展などやった、大きい個展とかやったとか、そういった時はある程度いけると。でも僕個人的にはやっぱりですね、いろんな、どうしてもいろんな人間観察みたいなのが好きなんで、あとは人間描く以上人間見てやない、僕絵描けないですよ。ちょっと変わったところがありまして、人間をずっと見てるっていうところがあって、やばい人間なんですけど、そういうので、例えば、教える仕事に長らく携わってきたり、ちょっともうそういうところから距離を置いて、また、客観的に俯瞰的に見る。そういったことが自分の作品にやっぱり生きてくることがあるんですね。で、そういうこともやっぱり同時にしていってるということです。だから大体絵描きさんではそういう感じなんですよ。じゃあさて YouTube の収益どうなんですかっていう質問もありまして、これね、YouTube の規約上答えれないんですけど、3年前に収益化して1年目っていうのは確かそうでもないとは思うんですね。アルバイト、大学生のアルバイトぐらいかなと月ね感じですけど、メンバーシップ制をやり出してから、一昨年2年前かな、そこからやはりメンバーになってくださる方、本当ありがとうございます。もう自分がやりたいこともそれのおかげでできております。またスペシャルサポーターの方ありがとうございます。大体ですね、ざっくり言うと登録者の120分の1ぐらいかながメンバーに入ってくださっています。でまたその10分の1ぐらいがまたスペシャルサポーターになってくださっていまして、そういった収益が全体を合わすと、月額で言うとざっくりですけど、だいたい今多分35歳ぐらいの平均年収ぐらいの平均月収、平均年収なのかなっていう大体ですね。という感じです。ということは35歳、もし独身やったら食うていけるかなと。それが2つ合わさったらというね、家族もおりますので、ね、そういった感じです。だから、夢どうですか？ありますか？やっていこうと思ったらやっていけます。もうドーンと多い時は、YouTube はもうないんですけど、基本的には YouTube はもう本当に広告収入っていうのは、4分の1ぐらいです。あと本当スペシャルサポーターの皆さんとかね、スパチャとかそういうのとかで本当は助かっております。それをある程度安定させた事業収益としてやっていて、で、絵描きさんっていうのはボーナスみたいなもんかなというふうに思ってます。で、本当にじゃあどうやってやってきたのっていうことなんですけど、私個人的には昔と今も全く違うと思っています。昔っていうのは20年ぐらい前の話です。で20年ぐらい前っていうのはやっぱりですね、雑誌に載るであるとか、評論家の先生に評価してもらうであるとか、何かで賞を取るであるとかっていうことぐらいしか、まず評価軸がなくて、あとは、個展とかをやったりとかですね、っていうやり方しかなかったんですけど、今正直言うとですね、本当バズるってことができるんですよね。これ、もう私の感覚にはあんまりなかった部分で、YouTube を始めたのはもうやらざるを得ない状況で始めたんです。YouTube っていうのは、教育の現場にいてオンラインでやりなさいっていうことで一番方法何かなと、当時のその教え子とかに聞いたら、YouTube は、電波状況も悪くても見れますということでやって、それがまさかこんな面白いとは、めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白いし、アーカイブとして残せることによって、もう質問というのが古典などで実は本当にもう同じ質問を何度も答えているというような感じやったんですけど、その質問がガクッとなくなりました。助かった。私にとってはその時間ね、皆さんの前で絵描くことができたりとか、いろんなことができる時間に当てられるというのとか、で、皆さんに本当に喜んでもらえるということが、
今までだったらやっぱりこうね、1年間または4年間とかっていうこうスパンで動いてきて、正直毎年同じようなことやるんですよ。で、ちょっとずつリニューアルしたり、また新しいことやってこれが評判良かったら続けるし、悪かったらやめるし、みたいな感じでやってきたんですけど、そういうのがもうある程度、フォーマット化されて、ある程度アーカイブとして残るようになったっていうことはもう僕にとってはめちゃくちゃ楽しいしね。めちゃくちゃ、そういうところは、夢があるかなというふうに思います。で、ちょっと考え方なんですけども、これが正しいとか正しくないという議論をしたいわけでもなく、私はいろんなところに所属もしていました。で、所属をすることによってのデメリット、メリット、両方あるんですよ、やっぱり。で、メリットっていうのはいろんな人に見てもらえるというようなことであるとか、社会のいろんな組織の中で一緒にやっていくということで、またこう、パワーがこう、倍増、2倍ってなっていくことはあるんですけど、私みたいにもうどっちかというとコミュニケーション障害、ぼっち大好き人間からすると、ちょっとね、無理な時は無理なんです、私は。で、そういう私はなんか診断も受けてる人間なので、結構そういう人いるでしょ。で、そういう人にとっては僕、この絵描きという職業っていうのは意外と向いてると思うんです。で、そういう組織と呼ばれるものとかのメリットとしてはいろんな人に見てもらったり、いろんなつながりができると。でも、今はこういう SNS とかによってつながりってできるようになったじゃないですか。インスタグラムとかね、それでちょっとってなってお仕事が来たとかっていう、方も今回作家さんいらっしゃいたりとかします。だから、その辺ですごく間口も広がっていったし、で、いうところはあるんですね。で、ただ、僕から見ると、大事なことっていうのは、やっぱり唯一無二なんです。唯一無二って大事なんですね。で、ここのところというのを考えないと、要はレッドオーシャンかブルーオーシャンかってね、聞いたことあるかもしれませんけども、要は、もうレッドオーシャンっていうのは、僕、経済専門家でもね、怪しい勧誘でもこれ何でもないのであれですけど、いっぱいいるところに飛び込んでっても敵は多いですよと。そうすると競争原理が働いて価格が安くなっていくっていうのが市場原理でしょ、普通に考えれば。例えば、ね、すごい激戦区で、ね、牛丼や激戦区でやっぱり370円、360円とかもうそんなんで競い合ってて。そうすると、元々の大手みたいなところが強かったりするわけですよね。仕入れが安くできるのでとか。絵描きも実はそれと似たような考え方を少し持ってほしいんですけど、要は同じような仕事をしている人がたくさんいればいるだけ、それだけ敵は多いわけ。敵というと変ですけど、ライバルが多いわけですよ。ライバルが多い。じゃあ自分自身は何かっていうことを考えていくことがまず大事なんですね、これ。で、本当に企業の就職活動やないですけども、自己分析みたいなものが非常に大事になってきます。自己分析。で、その自己分析をしてみて、私自身にはこれしかないという、これ結構僕は生まれているところ、生まれた場所なんていうのは、結構アイデンティティになるんじゃないかなというふうに思うんですけど、もう誰もまずいない。僕やったら奈良県ということで、奈良県の人口120万人ぐらい知らんですけど、ということはね、100分の1ぐらいの確率の、皆さんが街であっても100分の1ぐらいの確率じゃないですか。それだけでまずここのアイデンティティを打ち出していこうとかね。男性とか女性とか言うとあかん時代ですけど、例えばLGBT の人とかっていうのは逆にそれはもう本当にある個性の一つになってきて。いろんなものを淘汰していって、いろんなものになってきて、それが唯一無二になってくると、僕はすごいチャンスがより出てくるんじゃないかなというふうに思うんですね。例えば何々画家って、僕らの業界だったら例えば写実画家って、僕本当に自称したことないんですよ。自分ではもう恐れ多くて、本当にもう僕のもう先人の先輩たち、もうね、大先輩たち、そこで戦ってきたんですよ。結局僕は25年ぐらい前にそういう写実的な絵とかが好きで、そちらの方に行くんですけども、やっぱりその先にやられていた先生方の方が絶対強いんですよ。YouTube もしかりなんですよね。YouTube にしてももう先にやっていた先輩たちの方が絶対強い。で、やっぱり大事なのはそこから唯一無二感とかっていうのを出していくっていうことが大事で、私の場合っていうのは本当に自分では自称写実画家と言ったことがなく、そういうのをね、雑誌とか読んでいただけるのは非常にありがたいです。で、そういうのを載せていただけることも多々あるんですけど、自称はしたことないんです。多分どんな本とか読んでもってもいいです。僕は言ってないです。怖くて言えない。そういうこと言うてしまうとそこのカテゴリーに入っていったらそこの中にまたレッドオーシャンになっていくじゃないですか。
で、そのレッドオーシャンの中ではなくて、ブルーオーシャンでやってないこと何かなっていうのを探していくことと、やっぱり僕のこれ考えですけど、基本喜んでもらえるかなとか、楽しんでもらえるかなっていう、僕はどうしてもエンターテインメント性が、こんなもん芸術家に必要ないっていう方おられるとは思うんですけど、どっかしら僕はそういうのがもう楽しいこと好きなんで、それでいっぱい失敗もしてきました。もう山ほど失敗なんかしてきました。チャレンジしたくなるんで、いっぱい失敗しました。もう閣下することも山ほどありました。申し訳ございません。でも、そういうブルーオーシャンっていうのは何やろうなっていうのを考えてた時に、オンラインで、教えること。例えば僕らが子供の頃とかって、夏って30度いったら、暑いって感じだったんですね。でも今も下手すりゃ5月とかに30度行くっていうことはもう夏とか人動かないですよね。例えば寒冷地の雪の深いところでなんか外に行きたいけど雪深くてなかなか行けへん。そしたらオンラインと呼ばれるものがあって、あそこで教えることができへんかなっていうことで始めたのが鬼講評会というものです。そうするとそこの中でまたコミュニティができて皆さんでつながっていったりできるし、僕みたいなちょっと変わった人間は、あんまり深いコミュニケーション好きじゃないんですよ。わかります？もうちょっと苦手なんですよね。知らんってなってしまう。めんどくさいってなってしまうところがあって、もう私はそういう調べてみてください。発達障害という診断を受けてるんですけど、で、見てる方の中でもそういうね、ちょっと人間関係がうまくいかずにいろんなトラブルを起こしてきてしまったという人もいると思うんですけど、もうそういうところから僕はもう離れました。もうしんどかったんで、離れました。めっちゃ楽です。まずストレスがなくなりました。そして、家から出ることも減りまして、家で楽しく、ネットフリックスとか見ながら絵描いたりとかしてますけども、夢ありますか？どうですか？もちろんそういうところに出て行って古典など、それはそれでまた楽しいということで、本当に見に来たいという人だけが来てくれるような感じになってきて、いろんな目とかも気にしなくなってきたっていうところはすごくあります。ブルーオーシャンというところ、自分自身にとってのブルーオーシャンっていうのは唯一無二っていうところ、何なのかなっていうのを考えていくっていうことはすごい大事なことかなというふうに思います。また別の方法として、例えば僕なりに考えた方法を少しもうこの動画多分後ですぐ削除するかな。インターネットで販売できへんかなと思ったんですよ。やっぱ不安なんですよ。個展とかだけやったら1年、2年に1回とか1年に1回とかそんなペースでしかないから、それの時売れんかったらどうしようとか思ったりしたんですね。で、油絵はやっぱりものすごいもう高いので、水彩画とかならば、もう本当に画廊の人申し訳ございませんと今までやってくださっていたんですけども、ちょっと自分自身でやれるところはやっていこうかなと。やっぱ不安解消せんと、あと子供もおるしね、大変なんですよ。本当に何々こうでもない。ちょっとね、もうめんどくさいなと思ってね、粘るんですけどね、やっぱ結局粘り負けするっていうことはありますけど、そういう時のためにもですね、で水彩画をじゃあちょっともう過去にも山ほど描いてきたと。で、売ろうと思って始めたのが、インターネットで販売しようと。で、若干額縁とかをできるだけ地元の、画材店などで、買うてほしいなと。自分でやっぱ自分のインテリアとして飾るときにどんな額がええかなと、この絵に合うかな考えてほしいんですよね。っていうので、水彩画の販売とか始めました。その際に、当時は今から2年半3年ぐらい前かな。ベースとかストアーズっていうのが多分2つあったんです、そのプラットフォームが。で、結局僕はそれ使わなかったんですよ。使おうかなと思ったんですけど、で、なんでかっていうと、もうそこにはレッドオーシャンになってたんですよ。わかります？レッドオーシャンになってるところに、まだ自分が飛び込んでって、もう価格の競争で、安くなんていう風にしていくっていうのはなかなかあれやからっていうので、もう自分のホームページだけでやろうという風にしました。だから自分でホームページを作って、そこで販売するようにしました。なかなか広がりみたいなのはもちろん少ないんですけど、そういうところとかメルカリとかでわーっと多分カテゴリー僕も見たことないけども、わーっとヤフーオークションやったら絵画って入れただけでわーっと出てくるでしょ。でも、そこのレッドオーシャンはもう僕はもう無理やなと思ったんで個人でやってます。っていうことで仲介手数料みたいなものが基本的にはクレジットカード払いとかのところのさっぴかれるぐらいのとか、ホームページの少しドメイン料みたいなものですごく安く済ませてます。というね、考え方なんですよ。大事なことっていうのはそこなんですよ。だから自分自身の持ち味みたいなものっていうのはどういうところにあるのかなとか、逆にも苦手なところから避けてもいける世の中になってるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だから本当に
村ができて、そのまたちっちゃい村ができてみたいなところから僕は離れて、なんかふわ浮いてるような状態でございますけども、それでも皆さんに応援してもらえるっていうことを非常に感謝しております。で、その応援してもらう、方法の一つを考えていたときに、これ多分、ある人が僕の YouTube を見て、小木曽くんの YouTube はもう素人臭くていいって言ってくれたんですよ。めっちゃ僕にとっては褒め言葉。テレビ局みたいになろうと思ったらまず無理なんですよ。そんなの無理じゃないですか。今までの蓄積もあればもうあれ。で、例えば今やったら YouTube の中でもテレビみたいなものをね、切って、要はね、某有名局の人たちもこう切ってそれをこうあれしたり、違法アップロード山ほどあったりとかなんですけど。で、そうじゃないものを作れへんかなっていうふうに考えていった。で、その中で、例えば、初めに3年前、4年前か。YouTube を始めた時に、やってないことをやっていくっていうことで、基本僕の動画早送り使わないようにしてます。いよいよここもうどうしてもっていう時はやるんですけど、そういう動画がほぼなかったんですよ。で、まあ、どちらかというと早送りにして書き方わからんでしょ、でもすごいでしょ、みたいなのがすごい多かったんですけど、いやいや、もう書き方なんか別にも見せても僕はいいですよと。その、昨年なんかダルビッシュ選手がこう投げ方、ね、いろんなボールをこう使うっていうのを、若い人に教えてるのを見て、あ、素晴らしいなと思って。もちろん僕もそれはもともとあって、昔から書き方なんかも近く来てみていいよとかって言うてたんですけど、そういうのも普通に公開しようというふうにしたっていうことが逆に誰もやってないっちゃやってないじゃないですか。もちろんそれで超えていく人がいていいんですよ。それはもうそれをこう称賛できればいいと思います。素晴らしい。別にもう本当にこう今までやってきたことが別にね、それが何か崩壊するということもなく、私の中では別に崩壊したら崩壊したでまた違うことやろうかなっていうような感じなんですけども、そういうふうにこう考え方みたいなのを何かここじゃないといかんとか、ここじゃないといかんとかっていうふうな考え方をちょっと捨ててみたりとかしていくっていうことが、絵を描く上においてとか、この絵の業界でやっていきたいとか思った時には必要な部分になってくるんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、これは賛否あると思うんですけど、まあ基礎がいるかいらないかって、僕はあった方が、これ何度も言ってます。あった方が広がりがいろんなものに応用できますよっていうのはよく言ってます。だから僕は基礎的な動画も上げます。基礎的なものがあった方がやっぱりこういうのもできる、こういうのもできるとかっていう風になっていったりとかするので、基礎とかもしっかり身につけるときに身につけていって、あとは何かこう本当にもうなんか自分自身の成長みたいなものを応援してもらえるようになっていくっていうのも一つかもしれませんよね。なんかもう完成されたものダンっていうことやったらもう常にその完成されたものを常にやり続けないといけないけども、今までは例えば僕が個展とかするときにやっぱ完成されたものドンだけやったんですけど、今はそのプロセスも見せれるようになったと。それは書き方のプロセスもあるんですけど、スケッチに行ったりとかして現場でこうやって取材してきたんです。今までも。そういうところにやっぱ投資してるんですよ。取材も投資です。で、投資っていう考え方じゃない、僕の中ではそんな風にはあんまり思ってなかったんですけど、皆さんの中にこうあんまりないというか楽な方に、もちろんインターネットの中に山ほど画像なんてあります。それ使ったら楽なのはわかります。でもそこじゃないでしょと。応援したいとこでそこじゃないでしょと。寒い中絵描いてやるわとか、一生懸命なんかこうやってはるわとか、こう現場でスケッチしてるわとか、それが作品になってきてるというプロセスみたいなものも見せることができるような、多分こういうことをやってる人ってほぼいないんですよ。っていうブルーオーシャンがあるわけです。皆さんにとっても、もちろん僕のマネパクリどんどんしてもでいいし、そんなもんどうぞどうぞって感じなんですよね。で、もちろん僕なんかたかが4万人ぐらいの登録者の YouTuber 兼、僕は本業もちろん画家ですから、あれですけども、遠慮なくその辺は取ってもらって結構ですので、皆さん今日のお話参考になったという方はぜひチャンネル登録してない方、あとはグッドボタン、コメントいただければと思います。夢のある世界かもしれません。どうでしょうか？感想いただければと思います。終わります。